今よりも一歩幸せに。どうも釣りって学べるです。皆さん、ようやく春告げ魚の季節がやってきますね。そう、メバルです。とはいえ、まだまだ冬メバルが多いことも事実なので、いきなりハイシーズンのような釣り方をしてしまうと、全く釣れなかったなんてことになりかねません。そこで、この動画では、冬メバルと春メバルの違いと、その釣り方について解説していきます。この動画を見ることで、今の時期にメバルを釣るためには、どこに注意すればいいのかが分かってきますので、最後までご覧ください。ということで、まずは本日の結論です。初春はプラグも使う。これから春メバリングを解説するにあたり、冬メバリングをおさらいしながら一緒に勉強していきましょう。それでは本日の目次です。冬メバリングのおさらい。初春メバルの特徴。初春メバルの狙い方。中春メバル。動画の最後には特典パートとして魚屋さんでよくメバルとして売られている薄メバルについて解説していますので、最後までご覧ください。それでは春メバリングの前に冬メバリングからおさらいしていきましょう。メバルは12月から1月くらいになると産卵のため抱卵個体が深場に集まります。逆に表層には産卵に関係がない比較的小型のメバルがプランクトンなどを求めて集まるということでしたね。そして2月の冬メバリング終盤はどこを狙うといいと解説したか覚えていますか？それは温排水など少しでも水温の高い場所です。そうすることでより良い釣果に巡り合うことができます。こちらは冬メバリングで詳しく解説していますので、ぜひご覧になって復習してみてください。それではこれが初春になるとどうなるのでしょうか？まず2月中旬になると産卵を終える個体が出てきます。ブラックバス業界ではアフタースポーンと言われる個体ですね。そして産卵で失った体力を回復させるために積極的に餌を食べるようになってくる時期でもあります。皆さんも一仕事終えた後はがっつり食べたくなりますよね。春先というのはそれに合わせるかのようにバチやハク、チアユなどの餌も豊富になってくる時期です。シーバスですっかり有名になったこれらの餌ですが、もちろんメバルにとっても重要な指標の一つとなります。つまり春パターンのシーバスの釣果情報が聞こえるようになってくると、必然的に初春のメバルシーズンも始まるということですね。これらの産卵を終えた個体はお腹がぺったんこにへこんでいますが、その分抱卵時期と違った素早い引きを見せてくれるようになります。では初春のメバルはどのようにして狙えばいいのでしょうか？先ほどバチやハクなどの餌が豊富になってくると説明しました。つまりワームだけでなくプラグなどにも反応しやすくなる時期が始まるということです。さらに冬とは違ってライズする高活性な個体や水面を意識した個体が見られるようになります。ですからライズに対応できるようなトップ系のプラグをタックルボックスに忍ばせておくことをお勧めします。具体的にはペンシルベイト、フローティングミノー、このあたりが用意できれば問題ありません。トップの釣りは大きくても小さくても水面のルアーに食いつく様はやみつきになるほどに興奮するので大好きな方も多いですよね。もちろん初春はまだまだ冬のメバルも混じっていますから、ボトムを狙うというのも手ですが、そのためにメタルジグやバイブレーションを用意する必要はないと思います。なぜなら重めのジグヘッドとワームで対応できるからです。すべてのタックルを揃えられることが理想ですが、まず用意するということであれば、汎用性が一番高いワーム類と爆発力のあるトップ系のルアーを用意するのがいいでしょう。ここで少しだけ基本的なプラグの操作方法を解説します。もちろんこれから説明する方法だけではありませんから、ご自身でもいろいろと試してみてください。ではペンシルベイトから解説していきます。ペンシルベイトとはその名の通り、鉛筆のようにまっすぐな形状をしたトップウォータープラグの一種です。ペンシルベイトのアクションは、まずはゆっくりのただ巻きを試してみます。それで反応がない場合はドッグウォークさせてみましょう。もっともペンシルベイトを使う理由は、このドッグウォークで攻めるためと言ってもいいかもしれません。ドッグウォークとは
ルアーの頭を左右にぴょこぴょこと振るアクションのことを言います。そのやり方は、キャストした後にちょんちょんとロッドの先端を動かしつつ、ラインを少しずつ巻き取るのが基本です。そして、ここで肝となるのが、ある程度ラインスラッグ、糸吹けが出た状態でアクションさせることです。そうすることで頭の振り幅が大きく、さらにあまり寄ってこないので長く攻めることができます。ただ、このラインスラッグについては緩めすぎれば当たりは分かりにくいし、かといって張りすぎてしまえばルアーは不自然な動きになって魚に見切られてしまいます。これはいきなりだと難しい技術ですが、釣果に直結するのでぜひ練習してみてください。次はフローティングミノーについて解説します。フローティングミノーについても基本はただ巻きで大丈夫です。それで反応がない場合はたまにトゥイッチさせてみましょう。トゥイッチとはリールを巻きながら小刻みに竿をしゃくり続けてルアー自身に不規則な運動をさせるというものです。こちらもドッグウォークのようにラインスラッグを出した状態でアクションさせることでより不規則な動きをさせることができます。また、リップがついたフローティングミノーは早く巻くことで水中に潜らせて使うこともできるので、自分の持っているルアーで当たりパターンがないかいろいろと試してみることも面白いです。そしてこの2つのルアーのいいところは、なんか釣れた感よりも狙って釣った感が強いところにあります。どちらも練習が必要な釣り方ではありますが、その分釣れた時の興奮は間違いありませんので、挑戦してみてはいかがでしょうか。さらに季節が進んだ中旬のメバルはどうでしょうか。初春や晩春と違ってあまり聞き慣れない中旬というのは3月から4月の頃を指します。次回はメバル釣りのハイシーズンと言われる晩春を前にした中旬について解説していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。ここまで春メバリングのうちアフタースポーンと言われる産卵後のメバルについて解説してきました。初春の海はまだまだ海水温も低く、冬のメバルも混ざった難しい状況と言えると思います。産卵を終えた個体も見え始め、さらにバチやハクといった春から見られる餌が動き始める時期です。そのため網パターンのみならずプラグを使った攻略も視野に入れることで元気な個体に出会える可能性がより高まるのではないでしょうか。それでは特典パートです。今回はスーパーなどで一緒くたにメバルとして販売されていることの多い薄メバルについて解説します。この魚は容姿はメバルとそっくりですが、赤褐色の体の背側にはっきりとした褐色の模様が入ります。スーパーの鮮魚コーナーなどで妙に赤いメバルを見たことはありませんか？これが厳密には多くが薄メバルという魚で、メバルよりも深い海域に生息しているため、沖メバルなどと呼ばれたりもします。青森県中泊町では津軽海峡メバルのブランドで販売しており、一度は食べてみたい魚の一つですね。釣りって学べるにはディスコードを使った釣りコミュニティ釣りシティがございます。ありがたいことに530名を超える方に参加していただけるほどになりました。さらにディスコードでは釣りだけでなく料理やタックルなど様々な情報交換の場として活用していただいています。登録は概要欄の登録方法と招待リンクをクリックして説明の通りに操作していくだけなので簡単です。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となって様々な情報を共有してみてはいかがですか？最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。